参りますすということで、今回は第44期王将戦の超決リーグ3回戦、羽生善治名人対村山聡七段の一戦ですね。先手が羽生名人で、例によって、村山七段の方から並べていきます。後手番の方を持って並べていきたいと思います。これはお互いに飛車先を突き合って横歩取りになりますでしょうかね。平成6年の11月11日の将棋ですね。横歩取りになりましたね。ここでよくあるのは3三角から戦う指し方が多いですが、本局は8八角成と角交換しまして、同銀に7六飛車で相横歩取りの戦型となりましたね。はい、これは激しくなる変化を含んでいますので、どうなりますやら。銀上がってで飛車をぶつけて、こっちに回ると1五角の王手飛車がありますね。これは、後手がまずいので、ぶつけまして、同飛車同歩4六角と香車取りに打ちましたね。ここで5五角と打ちますと香車両取りになるんですけれども、2八歩と打たれて、そうですね、これで次にと金が桂を取りながらと金ができるのが厳しいので同銀と取りますけど、そうすると2五飛車が角と銀の両取りになって、これは香車取っても銀取られてまずいんで、5五角は成立しませんね。で4六角に8二角と打ちました。で同角成として5五角と、今度はね銀取りになってるんで、先ほどの2八歩は8二角成と取って戦う感じですね。本譜は1回8五飛車と打ちまして、これは角と桂の両取りで、8六飛車と合わせて、角を取れば銀を取って竜ができるのが大きいので同飛車と取りまして、そうですね、銀を上ずらしてから2八歩と打ちましたね。この辺の損得は難しいところではありますが、こういう形にした方が得と見てやっていきました。で銀を取って桂道を取って銀を逃げて、そして3八歩が手筋の一手でと金作りを狙っていますね。これに対して同金ですと2六桂と打ちまして、これはそうですね、金取りを受けるには上がるしかないですけど、桂成りぐらいで金を逃げることによってどんどん玉が薄くなってきてしまうので、3八歩が手抜いて攻め合いに出ましたね。8一馬とで3九と、ここはと金を寄るというのは歩成りの方が自然に見えますけど、そうですね、逃げておいて、この時にこっちの形の方がやや得ということですかね。というのはと金を寄る手がありまして、
同玉の時に2九飛車と打って、この王手が打てるというのが大きいですね。仮に歩成りですと、逃げるかどうかは分かりませんが、仮に逃げられた時にと金寄りのような手が利きづらいので、少しの得を目指して3九とと寄っているわけですね。で同銀と、歩成りでも同銀と取る可能性はあるんですけど、こっちの方がより限定しているという感じですね。同金で5五角としましたね。ここで7二銀と寄せに出ました。後手はこっちの方面にうまく逃げれる展開になればいいですけれどもね。7二銀に3七角成とで玉を逃げて桂馬で王手と、この桂を打ちたいがためのこの8五飛車から8六飛車で同飛車同銀の手順を入れたという意味もありますかね。で逃げて5九馬7六玉7五銀とで同銀同歩で6六玉ですね。はい。この6六玉ではそうですね、現在の定石では確か8五玉が有力視されていたと思いますね。本局は平成6年の将棋ですけど、この将棋の、結論をこの将棋の結論から定石が作られていったという形で、そうですね、現在は8五玉で一応先手が指せるという結論になっていたと思いますけれども、この後も非常に難解な変化ではありますけど、で本譜は同歩に6六玉と寄りましてね、ここで6二金とで6三銀ならずで8六飛車で7六歩の中合、この辺は難しい将棋ですね。で馬を取れるんですけど、取ると寄せがなかなか難しくなるんで、もう同飛車で寄せを目指しましたね。6五玉で6四歩と打って5五玉で歩をついて同銀ならずで金を取りましたね。で7一飛車と打って、これは6一銀と受けたんですけど、こう上がるとどうなんでしょうね。はい、こう上がると4五桂でどうかというのはこれでどうなってるんでしょうね。7一飛車を利かしたことによって銀で上がった時の7三金の筋を同飛車と取れるようにしているということですかね。というわけで4五桂で先手がやれるかもしれませんね。でここで6一銀と受けましたね。で5三銀打とかぶせて馬引いて4六桂と、この辺は一見先手が調子良さそうに見えますけれどもね、どうなんでしょ
で6五金か。なるほど。この金が攻防の一役になると。同銀だとこの銀を外して、こちらがかなり安全になりますね。なるほどなるほど。6五金で寄ることになりまして、5三金で同銀ならずで桂飛んで3五玉。ちょっとこっちに行くんでは危ないですね、相当。で3四歩で同桂ですけれども、同玉は2五銀と打っていくんですか。2五銀だと玉を引いて、これで捕まってるかどうか。あ、そっか。こう抜けるっていう意味があるのか。なんか言い寄せがありますかね、もっと。まあ仮にこうやって上がって銀を取る展開だとどうか。まあこれでこっちは歩から2四銀の筋があるんで、そうですね、6三桂と打っても同馬で同馬に歩から銀を打てば詰んでいますね。ということで5三馬の局面は後手が勝ちになっていますね。というわけで馬で3四歩に同桂ですけれどもね、2六銀と打って2四玉の一手で1五銀3五玉2六馬4六玉で7六竜と引いて、この局面で投了されまして、後手の村山七段の勝利となりましたかね。はい、この局面は、5六桂馬と合駒するしかないように見えますね。5六桂には取っておく感じですかね。もっといい手があれば、そうか、こうやっていく手があるのか。そうか。で5五金同玉で6五竜4六玉3五竜で詰みですね。なので7六竜の王手には6六に何か打つと取って、それ5四桂打てないな、失礼6六桂でも5五金かな。6六桂だとどうなるんだろう。これを外して勝つ展開なのか。ですかね。ちょっとこっち方面に逃げる筋ができるんで心細い意味ありますが、取って勝ちということですかね。他に何かいい手がありますかね。おそらく取って勝ちということだと思います。金合いとかだと取って5五金までですし、5六金の場合も5六金の場合は
まあこれも取っておく感じですかね。まあすぐに寄せるというよりは、まあこちらを安全にしながら勝つという展開になりそうですね。まあこれも後手がそうですね、勝ちそうな展開ですね。ということで7六竜で投了となりましたね。まあ負けなしの桂なんで合駒する気にはなれなかったという感じかもしれません。はい、この将棋は激しい将棋で、まあ相当深い研究のもとに指されていると思うんですけど、この将棋でかなり定石の結論にも影響を与えた重要な一局だったと思いますね。どうもありがとうございました。